今回は秋元真夏が卒業発表、グループ最後の1期生に対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。卒業すると走ったけどこの時期か。新国立で最年少だった最後の1期生斉藤飛鳥が卒業になるのか。綺麗だな。やってくれるぜ運営。AKB48 みたいになっていくだけ。まあそうだよな、知名度あるメンバー皆無だし。なおツイッターでは文春砲食らったヨダが先にやめろが飛び交ってる。やっぱ30は無理か。グッバイ真夏。今年の紅白まで引っ張ると思ってたのに。お疲れ様やで真夏さん。卒コンはあの横浜アリーナなのか。先に卒業発表したアスカより早くて草。結局 5days なのな。マジかよ。来週あやねきそうだな。2期を高くごしとこうぜ。まあユッカーやめたのにいるわけにはいけないよね。あー来てしまったー。次のフロント1枠埋まっちゃったじゃん。アスカの卒コン終わるまではないと思ってたのに。完全な無名坂へ。年明け発表は俺の予想通り。鈴木も後を追う。年明け早々、来たか。ミーグリ終わってから発表すればいいのに。真打ちに次ぐ30歳超えならずか。あっさりすぎー。梅沢がキャプテン昇格するのか？副キャプは誰がやるんだろ。その制度は梅沢のためのもの。梅沢はこれから10年卒業しないから副キャプテンなんか置かないよ。桜井時代もいなかったし秋元時代も途中からだし副キャプは別にシスポジじゃないからな。梅沢の卒業時期がある程度決まるまでは空席でもおかしくないぞ。アスカと無理やりずらしましたよ感がひどい。5期の件で色々ずれたんやろね。やはり、マイアンと同じ日だな。ツイートはまだされてないけどブログは読める。芸能界は続けるとのこと。梅がキャプ確定。副キャプはしおりか？田村やろ。梅よりもさらにアホなんだが。学科の賢さは関係ないだろ。副キャプテン制度は今回だけって言ってた。でもグループの体制や方針が変わってくればどうなるかわからない。ついに一期生全滅か。坂道で一番知名度高いの影山になっちゃった。一息もつかせずに卒業発表かよいい加減にしろ。発表するのはスカ卒今後少し落ち着いたらかと思ってたが。また嘘すれかと思ったらマジだった。アスカの卒コン終わるまではいると思ってたのに。うわマジか。せめてアスカの卒コンには出てほしい。アスカの卒コンより先に真夏の卒コン。ここ開いた瞬間、今いる日高屋の BGM がここにはないものになった。泣きそう。ビール来てんのにマカロニサラダ来ねえし。アスカの卒業後すぐかよ。ちょっとは間を空けろよ。男いたのかどうか知らんけどよく何も出さずに走り切った。これに関しては偉い。まだ先だと思ってた。真夏さんやめないで。順番逆のが良かった気がするけど真夏からアスカでなんか卒業後の仕事の都合でそうなったのかな。卒業して早めに結婚とかしちゃうのかな。結婚願望強そうだし子供も欲しそうだし。ああ、これで乃木坂ともちょっと距離できそう。どうしよう。分かりきってたこととはいえ急に来ると驚くな。今までよく残っていてくれたよ。真夏さんは何を目指すんだろ。いきなり卒業かよ。一期が全員卒業するの待ってる後輩たくさんいそうだし今年も卒業ラッシュだろうな。ひと夏がしみるぜ。ってことは実質アスカが最後になるんだな。いつから決まってたんだろうか。アスカちゃん卒業より圧倒的にショック。紅白は良くて今年までだな。なんだよ、やばいめまいがする。来年のツアーもいるみたいなこと言ってたじゃねえか。これはバースデーライブに全体ライブが追加されアスカ含めたレジェンド全員集合ってことだな。日曜明けた意味がやっとわかったわ。工事中の司会もそろそろだな。アスカは卒コン発表されてないのに真夏は決まってるのか。アスカのドタバタ卒業は絶対なんか裏あるな。バイトル外れたのもこれか。こりゃ鈴木もすぐに発表来るな。一番上なんて居心地悪いだろうし。
これで一気同窓会できるな。乃木坂ファン歴10年で 0.1 秒たりとも好きになったことなかったわ。居座るのは分かってたから腹立ててもしゃあないし。でもそれももうすぐ終わりか。よかったね。でも真夏さん嫌いだと結構損してると思うわ。最初で最後の国立競技場でのライブ実現にまた一歩近づいたな。アスカより遅く卒業発表してアスカより早く卒業すんのかよ。めちゃくちゃやな。あやねをキャプテンにしとけ。多分それがいい。副キャップなんて引き継ぎのための特例なのに毎回次の副キャップ話するアホいるよな。次の副キャップは梅沢が卒業を意識したら誰を副にする？アスカは新国立で卒業ライブになりそうだな。アスカ卒コンが終わってからでよかったのに。真夏の方が先なんだ。1日空いてるからあれとは思ったけど。これでアスカは3月なんかね。春先までには全部の権力を3期に集める体制に変えるんだね。明日ラジオで言ってくれた方が良かったと思うのは Y だけ？あやねが一番のフル株になるとか笑うわ。いち早くいなくなりそうなキャラだったのに。これで山下と与田が卒業したら、知名度的にヤバくねえか？マイアン辞めた時点でとっくにそうなってるよ。山下与田がすでに知名度ないから。これもあるんだよね。与田の件ではツイッターとか一般人は与田と山下の区別ついてなかったし。アスカは正直どうでもよかったが、真夏の卒業だけは許されない。乃木坂終焉まで残る義務がある。俺の握手童貞を奪ってくれた、マナッタン。ありがとう。あやねの後輩気軽に声かけてブログはフラグだったのか。これは予想外だった。柏木と一緒に居座れるだけ居座ると思ってた。年末に4期が病んだメッセ多かったらしいのはこれだったか？だいたい年明け3日に全体発表されるんじゃないの。マイアンみたいの。あやねまさかのサイコさんかよ。与田のやらかしのヤバさが増すなぁ。3期の一番人気がアスカ真夏卒業知っててあんなことしてたんだなぁ。吉田も辞めるよ。真夏さんの芸風は一ノ瀬が引き継いでくれるな。本当にお疲れ様。第2の柏木にならない素晴らしいタイミング。さすが真夏、後輩のことちゃんと考えてるなぁ。多分運営的にもアスカの卒業が想定外の展開だったんだろうな。本来なら真夏が昨週発表して2月に卒コンだったはず。アスカレベルのメンバーがあまりにも唐突感がすごかったしな。そうでないと真夏の扱いがあまりにも雑すぎるもん。アスカの卒業時期なんか年単位で調整してるに決まってんだろバカか。これなち。それこそ、アスカ卒コンより前に発表しちゃう方が異常なのでは？一人いなくなってまた一人いなくなるのがこれまでの流れ。真夏は卒業センターありえるんだよな。さすがにないだろ。微妙やなぁ。深川クラスがやれるんなら真夏がやるのは全然おかしくないけど。真夏はインスタばかりやって自分の有料コンテンツサボってばかりだから今は選抜ボーダーレベルの人気しかないぞ。深川は全悪レーン2回もトップになり乃木坂3番人気だった。真夏は一度も全悪レーンでトップになったことがない。アスカを送り出す前に辞めるとは思わなんだ。真夏のピークが去った。46歳までいる予定じゃなかったのかよ。発表から卒業までちょいきな臭さを感じるよね。全キャプテンもやたら早かった。年齢的にもやることがなくなってきてるから、卒業後は静かにフェードアウトしてく感じだろうな。一瞬で消えるだろな乃木坂の看板なくなると。まとめて卒業しろやマジで。もう鬱陶しいねん。卒業シングルはセンターでマナッタン温度なんて言われてたけどそれやってもいいくらい乃木坂に貢献したな。桜井以外考えられなかったキャプテンを本当にうまく引き継いで乃木坂を守ってくれた。感謝しかないわ。ほんとこれ、真夏以外ありえなかった。46までいるって言ってたのに。真夏さん卒業センター来る。来月末に卒業するのにいつ卒業センターやるねん。同時卒業発表でいいよな。運営は配慮しすぎなんだよ。
真夏は人気の割にはフロント回数明らかに少ないメンバーではあったよな。全盛期は余裕で5子に入ってたし。真夏さん卒業後何すんの？国民の嫁。子さんの熱がガツンと下がりそう。今月中に鈴木も卒業発表しそうだな。大学も卒業するしタイミング的にはいい。真夏さんの卒コンはお前らに譲るから鬼別ライブ当てたい。かつてない時代がやってくる。新鮮度が増した時代がな。真夏と井上菅原が乃木神社行ったのはこのことをメンバーに告知した後だったのかね。柏木はもう逆らうメンバーもいないしスタッフも目いっぱい気を使ってくれるし天国やろうな。柏木化しなかったのは高評価や。最後、真夏さんセンターさせてやってほしい。男バレしなかったからまあ頑張ったよ、お疲れ。あやねさん卒業を3期4期5期全員で見送ると思うとなんか不思議だな。てか、アスカより真夏の方が先に卒業するとかよくわからん。アスカ卒コンは、会場にこだわった結果後回しにされたのかね。2月に卒業シングル出るかなこれ。ヨダも年内に卒業発表かもな。卒業とスキャンダルしか話題がない。やっと卒業かよ。遅すぎだわ。30歳超えたら特例で恋愛結婚出産認めてずっと乃木坂にいてほしかった。鈴木も3月頭に卒業発表だな。しかしなんでヨダはアスカ、真夏の卒業時期知ってて12月に男と遊びまくってたんだよ。これなぁ。ひどい話だよ。ふわふわしてっからな。島育ちでは普通だぞ。今年はこれにあやねヨダが続くのが確定か。えらい急やけど文春に取られた？ 3月のイベントに参加しないって記載が前からされてたから多分大丈夫。そもそも何をもって急なのか意味不明。真夏推しではなかったが、嫌味のないあざとキャラは貴重だったしいなくなるのは寂しいな。一期最後の砦だったアスカと真夏が抜けた乃木坂はもう俺の知っている乃木坂ではなくなってしまう。アスカより真夏の方が早く乃木坂の席を離れることになるのか。アスカの卒コンより先に卒業とか嘘でしょ。個人的には結構びっくりなんだが30過ぎてもアイドル続けてると思ってた。卒アルラジオは引き継ぎとかの話にならないのかね。あれって真夏の枠だっけ？坂口アナとの関係性もあるから卒業しても継続だと見る。一期すべていなくなるのは箱押しそうと慢性的におたやってたのが離れるな。あやねが先に卒業だと思ってた。真夏は全ツで卒業とばかりに。これからまだ1週間だぞ。崩壊早くね。日向坂の時代だな。日向坂1期まだ当分卒業しないからオタ卒ないからな安心。こんなタイミングで卒業なんてワイルドヨダの火消しに使われたのか？真夏より鈴木が先だと思ってたわ。一番先輩のポジションは鈴木的にやりにくそうで。全国見ぐりの3月分がないとかで話題になってたな。でも夏、30歳で卒業だと思ってた。確かにヨダちゃんの行動も言い訳も不可解極まりないが今更時は戻せない4期5期が頑張るしかない。柏木由紀みたいにダラダラいられるより、やはり30歳手前を潮時とした方が潔いよ。どんだけみんな乃木坂辞めたいんだよ。ブラックすぎるのか？11年やってみそじになるのに卒業するのは当たり前だろ。真夏がいなくなるのは雰囲気的に痛いな。キャプテン交代の儀式もバスラでやる感じかね。ますます島育ちの悪目立ちに腹立ってくる。こんな重要な時期だったのに。1期と3期以下の間に挟まれてあやねは気のつなぎ役的な立場があったけど1期がいなくなるとその役割がなくなる。かといって引っ張っていくキャラじゃないし居場所がなくなるんじゃないかと心配。なんかこの日なんだな。今でも真夏さんを採用した人はすげーって思ってる。秋元はよくやったよ。お疲れ様。真夏の卒コン、楽屋賑やかになるなきっと。西野は来なさそうで草。あやねはバスラ直後発表3月末卒業かな。卒コンセレモニーなしで。マナッタンレナチオシワイ死亡。アスカ卒業とヨダ事変に加えて真夏卒業か。これはちょっときついなぁ。
心臓弱いやつ多くて草。トレンド1位やで。30手前までやってくれたことに感謝だわ。本当は46歳までやって欲しかったが。以上、秋元真夏が卒業発表、グループ最後の1期生に対するオタたちの反応でした。視聴者さんのコメントで真夏卒業知ったけどマジかって感じ、全ツまではって思ってた。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。